こんにちは、ヤクモ太郎です。このチャンネルは美術業界の家庭に生まれ、自らもギャラリストとして世界で経験した後、現代アーティストに転身して活動している私が、世界のアートの動向をリアルに考察するチャンネルになっております。今年もすでに半年が過ぎちゃいまして、もうすでに6月ということで、あっという間に年末を迎えそうな勢いになってますけれども、このアート業界ではすでにアジアで開催されるアートフェアの話題が少しずつ増えてきておりますけれども、今アジアの中で大きいレベルの高いというか、アートフェアというのは香港アートバーゼル。もともとこれが一強というか、ベストアートフェア、敷居の高いアートフェアということになってたんですけれども、ここにダンダイというアートフェアが追従しましてというか、同じグループなんですけれども、それが台湾でやり始めた。今は横浜でもやってますけれども、その香港アートバーゼル、その下のレベルというか、レイヤー層で考えると、同じ香港のアートセントラルだったりとか、韓国のキアフ、台湾だとアート台北、その次の下の層というかレイヤーのところにわちゃわちゃとですね、アートフェア東京とかずらっと増えていくんですけれども、もっとその下というか、言い方はあれですけど、ホテルのフェアだったりとか、地方の都市のフェアだったりとかっていうのが山ほど発生しているわけですけれども、そこに4年前から入り込んできたのがフリーズ。アートソウル。キアフがもともとやっていた場所と同じ時期入ってきた。今まではキアフというのは規模的にも言っても日本とは比較にならないほどレベルというかそういうものは上だとは思いますけれども、韓国の人っていうのは英語も堪能ですし、こういうね、引っ張り込む能力というか誘致させる能力というのは国家がこの文化、芸術、カルチャーみたいなのをぐっと後押しする面が日本よりも圧倒的に強いので、こういうのにぐっと引き寄せる力が韓国にはある。アートブームの上昇に伴ってアートフェアビジネスも山のように増えていったと。なぜこの韓国がフリーズとか、フリーズが開催される前後にいわゆるブルーチップギャラリーとかマルチプル、LA に拠点があったりニューヨークに拠点があったり、ロンドンに拠点があったり、中国に拠点があったりっていうギャラリーが今マルチプルになっていってるわけなんですけれども、そういうギャラリーが韓国に続々と支店を出してたわけなんですよ。日本でもペースギャラリーとか支店を出してますけれども、圧倒的にそういった海外のギャラリーの支店が多いのは韓国。これもともとなんでだったかっていう話に戻るとですね、香港が経済特区と呼ばれるところですよね。税金がかからなくて、金融、もちろんアートもそうですけど、香港をアジアの拠点にする企業もたくさんあって、アジアの中でも欧米的な特別な経済特区だったわけですけれども、それが中国政府がいわゆる民主的な活動を制圧し始めて、返還されてますから言ったら中国の香港なのは間違いがないんですけれども、ある程度その経済特区としてのプレミアム感っていうのを保ってたんですけれども、そこに政治介入をしてきて、若い活動家さんとかが捕まったりとか亡命したりっていうので、完全に中国という雰囲気に飲み込まれるんじゃないか。経済特区という効果が失われて、完全なる中国の一部に戻っていくんじゃないかというような雰囲気が一時的にバーっとあったんですよ。一時行くの危険だった時あったじゃないですか。市民のデモとかがすごい激しくて、催涙ガスとかがバンバン撃たれてるような時、まずいということになったわけですよね。この時に別の代替地というものを探さないといけないよね。万が一、香港における経済特区としてのメリットなくなってしまうのであれば、じゃあアジアの拠点はどこにすべきかということで、もちろん日本にも調査が入って白羽の矢が立ちました。シンガポールにも立ちました。いろんなところで調査をしたはずなんですよ。その中で選ばれたのが韓国だったわけなんですよ。第2の香港の候補地として韓国が選ばれて、それによって海外のブルーチップギャラリーとか有名なギャラリーたちがソウルに支店を出すようになってきた。そしてフリーズもそこで開催するようになった。これは地政学的な問題ももちろんあると思います。シンガポールって消費税あるんですよ。位置がちょっと南ですよね。少しやっぱり遠い。ヨーロッパ、アメリカからだと遠いよねっていうのはありますよね。遠ければ遠いほどシッピングもかかりますし、飛行機代だと上がるし、疲労感も出るし、結局のところは香港の一番のメリットっていうのはそういう税制の部分だったりするわけで、日本は羽田空港のこの横の敷地とか再開発の敷地とかにフリーポートみたいなものを作って、そこでアートフェアもやる、オークションもやるというような案
も出ていましたけど、日本のガラパゴス的なアートフェアをそこでやったとしても、結局フリーポートの中でアートフェアとかオークションやっても、日本人の人が買えば別にそれは消費税かかるわけですから、どうしても日本人向けではないわけじゃないですか。日本で開催されるアートフェアがとても魅力的だから、そこに海外からガンガン人が集まってくる場所に育てないといけないわけなんですよ。香港だってそうじゃないですか。僕たちだってわざわざ香港に行ってアートバーゼル見る。アートバーゼルが見たいからホテル代も飛行機代も払ってあそこに行く価値がそれだけの価値があるから行きたいなと思うし、アーティストもあそこで展示したいな、出展したいなって思うわけじゃないですか。それぐらいの大きな価値があるもの。それに等しいものぐらいやらないと、アートバーゼル香港が東京に動きましたってなれば、これは話は別になってきますけど、そうじゃない場合、日本は税制も高いし、やりくりも大変。あとは、もう羽田空港も、成田もそうですけど、空港が小さすぎて大変になっちゃう。その反面、韓国というのは消費税というものがないんですよ。基本的に絵を買うときには税金払わないんですよ。その代わり、所得を得た時の所得税がかかってくるというような仕組みになってくるんですよ。いろいろ複雑な決まりがあるんですよね。亡くなっている方の作品に対してとか、今の現代アートに生きている方、生存する、現存するアーティストに対しての税金とか、細かく規定があるんですけれども、日本よりかは全然、緩いというか、あとは政府が文化、芸術に対する支援がやりやすい。金額も大きい。そして、インチョン空港っていう大きなハブ空港がありますから、今アジアのカーゴハブですよ。たまに僕飛行機好きなんでこういう話しますけど、僕らは普段旅行とかビジネスで旅客機しか乗らないから、あまり実感ないんですけど、カーゴ、荷物の方が大事だったりするんですよ。だってこれだけね、物流が世界中飛び回ってますから、そこに滑走路が1本しかなくて、何時から何時までは近くに都市があるから飛べませんとか言ってるようでは回らなくなってきてしまうんです。インチョン空港は海の端っこにあるんで24時間飛び立ったり到着したりっていうのをずっと繰り返せるんですよ。倉庫もすぐそこにあるし。アートの世界っていうのはこの物流と本当に密接な関係があると。物流を極めることがとてもアートビジネスにとって大事なことだったりもするんですよ。そういうものもぐるっと含めてソウルがいいんじゃないかということになったわけですよ。で、今年のフリーズの話題ですけれども、9月3日の VIP のプレビューから9月6日まで開催されますということで、キアフもこの期間内に同じ場所で開催されるということになりますので、このフリーズソウルですけれども、キアフと一緒にやってるっていうことで、いろいろな意見があるわけなんですよね。韓国の方はミーハーな部分も強いですので、今までフリーズ見た感じだと、意外とセカンダリー多いんですよね。日本だと、ピカソのドローイングとか、ミロとかね、こんなに珍しくないというか、美術館に行ったことのある人だと、ピカソの原画って必ず1回は見たことあると思うんですよね。これだけ全国、全都道府県に美術館が点在していて、簡単にそういったものが見れるような国に日本ってなってるじゃないですか。だけど、韓国っていうのは、日本人が大好きなそういう西洋絵画、印象派というものに、そもそもそんなにまだ触れてないんですよ。名前は知ってる。美術の授業で習ったとか、アートが好きという人であればもちろんヨーロッパとか行ったりとかして見ていると思いますけれども、アートイベントとして一般の方々がピカソの版画が並んでいる、ピカソのドローイングが並んでたりとか、作品が展示されるところにもう列をなしてですね、何をしてるかというと写真を撮るために行列になってるわけですよ。とにかく写真を撮りに来てるんです。で、反対にキアフでそういうピカソとか売ってるギャラリーはないので、なのでキアフに出ているギャラリーからはお客さん取られちゃってるよ向こうにみたいな意見もあるわけですよ。費用別にした方がいいんじゃないっていう話もあるし、なんとなくフェアのレベルの差がすごく明確に出てしまったというか、今まで韓国ではキアフが一番だった。韓国の方はキアフすごいってなってたのがフリーズがドーンと入ってきちゃったもんだから、あれキアフより全然すごくないとか。で、そんな中ですよ。日本も最近はこの前のオークションの話もそうですけど、
ど、アートは盛り下がってきている。アートフェアはなぜやってるかっていうと、展覧会ではないんですよね。展示即売会なので、これ売れないと持たないわけですよね。で、どうするかっていうとやめちゃうってことになるんですよね。韓国もさっき言ってた日本よりもかなりの数海外の有名ギャラリーとか支店を出してるギャラリーが多い状況でしたけれども、韓国も今かなり厳しい状況に置かれているらしくですね、ちょっとその記事をね共有したいと思ってます。한국 경제新聞ということで、韓国経済新聞の記事ですね。ニュース한국서 외면 다한돌이 결국 못 버리고 휴업 폐업 절수という風に書いてあるんですよ。韓国が見捨てられるとは結局持ちこたえられずに休業廃業撤収という風に書かれているんですよね。アメリカの VSF ギャラリー韓国から撤退、ドイツのケニックこれも無期限休業突入、国内のギャラリーもそろそろ限界だと。そしてフリーズが来年韓国撤退するんじゃないかっていう噂まで出ているというような話がここには書かれているわけですよ。LA のギャラリーですけど VSF ギャラリー2019年にソウルに支店を出したんですけど、撤退して北米地域のビジネスに集中するということで、 VSF っていうカッティングシートまで取らずに出たってことはかなりもう急げもういい、そんなものは後でやらしとけみたいな感じで出たんでしょうけども、美術関係者はソウル支店の販売実績が予想をはるかに下回ったということになって、ベルリンのギャラリーケニックですかね、そこも無期限休業に入った。こちらは2021年に韓国に進出したギャラリーですね。だからやはり2019年から2022年ぐらいの間に韓国に海外のギャラリーの支店が増えていったと。一部超大型ギャラリーを除けば休業や廃業を考慮中のギャラリーが多い。頑張っていたギャラリーも限界状態に達したということが書かれています。ここに書いてありますね。フリーズの契約期間5年だそうです。ということは今年で4回目なので、来年開催したのを最後に終わってしまうんじゃないかなっていうような懸念が、今までの状況が続けばそうなってしまうんじゃないかなっていう不安を我々だって思うのは多分当然だと思います。フリーズソウルに参加するグローバル大型ギャラリーがますます減っていると。フリーズの収益性が期待したより低いというような考えがあります。何度も言ってますけど、これはビジネスなんで収益が低かったらやめます。社会貢献という側面が全くないとは言いませんけれども、だってギャラリーだって売り上げ上がんなかったら赤字して潰れちゃうわけですから、シビアだと思いますしね。これに反論してる人もいるみたいですね。フリーズ撤収の可能性は高くないよと、続くよって言ってる人もいるみたいです。香港がソウルよりも深刻な不況に陥ってるぞ、だからソウルの方がまだマシだからフリーズはやめないと思うよっていうような話をしている人もいます。2026年までは契約なんで開催するということなんでやるんでしょうけど、5年の契約をさらにするっていうとどうかなって思いますよね。契約破棄した方がメリット少ないってなれば、来年もなくしちゃった方がダメージ少ないんであればそうする可能性だってなくはないと思うんで、これと同じことがおそらく横浜のアート団体にも起こりうることかなと思ってますので、とにかく世界中がなかなか大変な状況になりましたね。所有にそんなにこだわらなくなった部分も大きいのかなとか思いつつですね、アジアのレスポンスもまだまだ高いんじゃないですか。今フィリピンとかインドネシアとかタイとかもそうですけど、日本なんかよりも全然富裕層多くなってきてますし、あとバーゼル、香港といっても母体はやっぱり欧米のギャラリーが集まってくる欧米の会社というか組織じゃないですか。アジア主体のアートバーゼル的なもののアジアの人が集まってくる、アジアのギャラリーが集まる、アジアのアーティストが集まるけどそこに欧米の人も集まってくるみたいな規模感のその差別化というか価値の作れるアートフェアをやれば、どうしてもアジアって欧米のところにすごい弱い。それはもうアートの文脈からしてもそうなんですけど、だけどそんなことを言ってたらいつまで経っても従わなきゃいけない状況になっちゃうじゃないですか。だからアジア版アートバーゼル、アートフリーズを作るのが僕はいいなと思ってたりしますね。なんかそれ考えると中東の方でそういうのが先にできちゃいそうななんか気もするなとも思いつつですね、今週はこのくらいにして最後までご覧いただきましてありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた来週。